ということで今日の雑談なんですが、ちょっと久々に、陶磁器のね、トークをしようということで、今日は、陶磁器トークですあれ同じこと2回言ったな、今。今日は、深夜のスーパー陶磁器おしゃべりこれいいでしょたまんないよね、ここのさ、葉片、このゴツゴツしたところを葉片と言うんですが、この葉片とさ、この土の色合いと左側の、このちょっと黄色いところから赤茶色になっていく、この見事なグラデーション、たまんない。こういうのもね、なんか、ちょっとドキっぽいような感じがして、そう、なんか陶磁器の歴史とか言い始めたら、もう縄文時代、縄文土器ってやつよ。もう縄文土器から遡ることになるんで、もうその歴史っていうのはかなりね、長いもんがあるんですが、ねえ、この縄文時代から脈々とこう続いてきた、まあ陶磁器製作というところで、ティーカップといえばやっぱりのりたけっていうのがありまして、のりたけにね、テクテクっていきまして、非常にね、素敵なカップを購入しました。金彩、金に彩ると書いて金彩なんですが、このフリー素材みたいに縁の部分が金彩になっていて、あとはちょっと深緑の、柄が入ってるようなティーカップ、のりたけにしてはちょっと、あれかな、シンプルな方なんですけど、このラデンの今着てるゴスロリくらいの深いね、緑色のティーカップでは、これいいなと思って買いました。もうね、これがね、いいんですよ。ソーサーとね、セット、この、下の皿のことね、カップの下の皿のこと、これソーサーと言うんですが、ソーサーとね、セットのデザインがあったので、購入しました。こっちと、こっち、まあね、だいぶ、でかっ、おちょこでかい。だいぶね、ものとしては、結構違うんですが、どちらも焼き物なんです。結構ね、やっぱ焼き物一口に言っても、なんか、だいぶね、ベクトルの180度違うものが出てくる。ここにね、やっぱ陶磁器、焼き物の面白さが出てると思いませんか？もう、作る産地、作る土、で、どういうものを使ってるかによって、ここまで焼き物に違いが出てくるっていうのはめちゃめちゃね、面白いなと思いつつ、焼き物沼にね、一回ハマってしまうとなかなか抜けられない。まあ、特に、楽しい焼き物講座の時間でございます。イエーイさっきからポロポロ釉薬だの、なんだのと、言っておりますが、こちらにご注目ください。これ、見たこと、このスライド見たことあるよという人が、いるかなと思います。まずがこちらですね、じゃん。焼き物、そのね、焼き物って言っておりますけれども、陶磁器をはじめとした焼いて製作する工芸品、これが焼き物のことでございます。ね、焼き物、もんじゃ焼きとかじゃないからね、この陶磁器がベースになってる焼き物でございます。もんじゃ焼き美味しいよなで、陶磁器、これは陶器と磁器のことですね。まとめて陶磁器って言います。で、陶器と磁器の違いなんだけど、これさっきもね、見せた通り、結構ね、見た目から違う。陶器、別名土物と呼ばれております。原料は陶土。土の風合いとか質感がめちゃめちゃ魅力でございまして、陶器に関しては落とした時に、ポロゴって言って割れます。ポロゴつって割れるのが陶器です。反対に磁器行きましょう。磁器、別名石物と呼ばれております。陶石という原料が違うんですね。磁器に関しては割れたらパリーンって言います。陶器は割れたらゴ、磁器は割れたらパリーン。これで覚えてください。これがね、見た目と絵付けですね。磁器は絵付けが魅力的でございます。これ光を通すだの通さないだの書かれておりますけれども、そう、どっちもね、割ったことがあるんでよくわかります。割るなって話なんですけど、ゴって、なんかね、でも見た目からわかんない。ちょっとね、つついてみると、音の違いがわかるんで、結構ね、ツンツンって、爪の先っちょとかでつついた時に、磁器はカツンカツンカツンっていう風に高い音がします。逆に陶器だと、ゴッゴッゴっていうね、ちょっと低い音がして、このね、音の違いも魅力でございます。
釉薬うんぬんって言っていたのはこちらでございます。釉薬、焼き物の表面に塗るコーティング剤のことでございます。上薬とも呼ばれます。焼き物ね、さっき言った方に炎でビャーって焼くんですけど、まあその時に釉薬っていう簡単に言うとコーティング剤ですね。これを、塗るのが基本的なんですが、さっき見せた備前焼きっていうのは焼き締めっていう釉薬を使わない技法っていうのを使われているんですね。で、この釉薬結構そのガラス質になったりするんで、さっきみたいな菅方先生のおちょこに比べるとツルツルしたような感じになりますね。なんかよく見るものは基本的に釉薬がかかっていますね。なんかこうツルツルした感じ。まあそれでも最近はマットな感じが出せる釉薬とかも常滑を中心にあったりするので、これも一概にツルツルだったら全部釉薬っていうわけではないですね。ドン。これですね。この左側にあるやつ。これの左側にあるやつって下の方がザラザラ、上の方がツルツルだと思うんですけど、で、このツルツルなところでさ、緑色のなんか垂れてるやつわかる？これ釉薬、これわかりやすいですね。釉薬かかってるところとかかってないところがめちゃめちゃわかりやすいと思います。これは部分的に釉薬がかかってる作品になりますね。そういう意図的にデザインしたものでございます。釉薬、これわかりやすいよね。これは下の方は釉薬がかかってないもの、上の方が釉薬かかってるものになりますね。で、この釉薬は結構特殊なやつで、下の方に行くと緑色になるよね。これがね特徴的ですごく美しくて買ってしまいました。これいいよね。これいい緑なんだよな。本当にいい景色。焼き物の表面のことであるとか、テクスチャーのことを言ってるときって、景色って言ったりします。いい景色だねっていうときは、それは焼き物のこの表面を見て、いいなって言ってると思ってください。みんなに見せるわ。見て、これめっちゃ良くないこれ見てめっちゃ良くない？すごい綺麗。これそこのセラミックパーク美濃の展望台から撮った景色でございます。めっちゃ綺麗じゃない？で、このど真ん中にさ、なんか白っぽい建物あるのわかる？これがですね、そのモムカです。岐阜県現代陶芸美術館でございます。こちら。この真ん中にあるの。超綺麗。もう景色もこの景色をね、見れただけで、ここに来てよかったって思う。岐阜県は多治見市というところにあって、さっきちょろっと話しましたね。焼くならマグカップも焼くもの舞台となったところでございます。多治見市でございます。美濃焼の産地ですね。美濃焼でございます。このね、美濃っていう場所なんだけど、ここも面白くって、美濃焼やっぱ、そう焼き物の産地になるってことは、理由があるんです。で、例えば、近くに粘土が取れる。なんか、流れていっちゃうんだって。なんかね、この辺もよくわかんないんだけど、川ってさ、こう、海に繋がるじゃん？最終的に。で、その時に、なんか粘土って流れていきやすいから、なんか、粘土がいっぱい取れるところはもともと湖だったのなんのみたいな話をやんわり聞いたことがあります。なんかそういう、まあ土地、もう何千万年という、その大地の歴史があり、で、そういった歴史の中で湖ができて消えたりっていうのがあって、で、その消えた湖のところが美濃で、で、そこで粘土が取れたみたいなところもありまして、いや、なんかそう考えるとすげえ素敵だなと思うのがさ、なんか言ってしまえば偶然じゃないですか、そこに粘土がたくさんあったのって。で、なんかこの土地ができてマジでもう何千万年とかいう、ね、もう膨大な時間が流れていて、その土で作る焼き物がその自分の手元にあるっていうのがすごいロマンのあることだと思いませんか？めちゃめちゃね、いいと思っていて。でかいね、橋があるんです、ドン。見て見て、これ見てみて、これなんだと思う？この橋。これ、上、拙者がこれです。これよくない？めちゃめちゃ素敵だと思うんだよ。これ実は、この橋、
上を見ると、このなんか陶磁器の破片みたいなのがいっぱいくっついてる。マジでね、これなんで落ちてこないんだろうと思いつつ、多分特殊な技術で、ひっついてんだろうね。これがね、すげえよくって、めちゃめちゃね、遠くまで続いてるので、この、なんか割れた破片みたいなやつ、もう、すごいね、多様なやつが、いっぱいいっぱいありまして、これなんで橋がここにあるんだろうと思って調べてみたんですけど、ここね、なんか今ね、コメントでもあったんだけど、シデコブシっていう、そう、貴重な植物がこの辺に生えてるんだって。で、そのシデコブシっていう植物のところに美術館をドンって建てるわけにはいかんよねってなって、じゃあ生えてるところの上に橋をかけて、で、橋の先に、そういうものができるっていう感じで作ったんだって。そうだ、ほえーと思って、ここの橋ね、すっごい長いんですけど、めちゃめちゃ長い橋にも理由があるんだなと思って、これはすごくいいなと思いました。さあ、ということで、モムカ、岐阜県現代陶芸美術館モムカなんですけれども、これモムカ、何の略かというと、これです。ミュージアム・オブ・モダン・セラミック・アート岐阜でモムカです。これね、めっちゃいい名称だなと思っていて、なんかモムカって粘土じゃん。陶磁器って最初は。で、この粘土をさ、揉むじゃん。で、そのモムカで陶芸の美術館だってとかめっちゃいいと思って。これマジ思いついた人、いいよね。そう、モムカ。そう。これ岐阜の G は多分モムカにしたくて脱落したんでしょうね、この G。なんか、収集方針、皆さん覚えてますか？美術館には収集方針というものがあります。これは美術館、博物館といっても何でもかんでも収集するわけにはいきません。なので、美術館館ごとに収集方針っていうのを決めて、その収集方針のもとで作品を集めていく、資料を集めていくっていうのが収集方針。で、これが一番美術館博物館の特徴、キャラクターですね。キャラクター個性っていうのがすごくわかりやすいのが収集方針だから、ここ見ると面白いよっていうのをね、だいぶ前の配信で言ったことがあります。館長の趣味そうで、館長の趣味じゃありません。で、モムカの収集方針ですね。こうなっています。これ、公式サイトからの引用でございます。その1、いわゆる個人作家が個人の表現として制作する個人制作陶磁器。ちょっとね、詳しくは後で話すね。2、生活で用いるためのものとして、陶芸家が手作りで少量生産する実用陶磁器。それから3番、量産や商品としての流通を想定しながらデザイン性や芸術性を追求する産業陶磁器。なんかすげえわかりやすい例でいくと、陶磁器でゴミ箱作った人いたじゃないですか。陶磁器で、陶器でゴミ箱作ったりとか、陶器で新聞紙作った人、三島公代さんですね。三島公代さんというアーティストさんがいらっしゃるんですが、陶器でゴミ箱を作ったり、陶器で新聞紙作ったり、陶器で雑誌作ったりしてるんよ。じゃあその人は販売してみんなが使うためにやってますかって言ったらそうじゃないよね。自分の陶器でできるアート、表現、こういうのをですね、陶芸という、待って、陶芸じゃないな。おいしいじゃん。これがね、作品ですね。いわゆる陶芸作品と言われたりするものがここになります。